どうもフィッシャーズシュウクです。元木です。夏にね上げた動画ではあるんですけど、心霊ガチの心霊動画をギャル霊媒師に見てもらったら結果が知るほど危険だったっていう動画があるんですけど、これ、3ヶ月前にアップさせていただいた夏の動画です。あったね。僕らが今まで心霊経験、豊富だと。で本当にいろんな経験をしてるし、いろんな場所に行ったので、心霊スポットに行った動画をギャル霊媒師さん、飯塚優先生に見てもらったら、どういう反応になるのか、で解説をしてもらおうと。俺たちに見えないものが見えたりするかもみたいな感じで見せたんだよね。でその結果すごく反響が良かったの。この動画詳しくここでこういうことが起きそうです、ここでこういうのが見えました、ここでこういう反応になってますっていうのを、先生もそうだし、俺もその時に感じたこともいっぱいあったし、で喋れるわけよ。でその時の動画が俺らが思ってる以上に危険だったパターンとかもあったのよ。心霊スポット行った時に基本的に現象が起きるのって俺と元木がいる時なの。音も鳴るしね、なんか足見えたりとかいろいろ起こるよね。だからちょっと今回は前回マサイだったんだけど、で理由はマサイがうちの動画撮ってる時に見えたことがあったので呼ばせていただいた。もうだからこの2人で揃って話聞いてる最中に何かが起こるかもしれないし、可能性はあるね。ちょっと俺と元木で今回はお話を聞けたらいいなと。いや、ありがたいな、貴重な機会だ。心霊解説動画。いや俺もね、なんとなく雰囲気を感じ取ることはあるんだけど、必ずしも見えるわけじゃないし、それがどういう状況なのかまでは全くわからないから、そういう話は聞きたいね。前回ねちょっと先生に言っていただけたのが、ちょっと霊力と言ったらいいのかな、霊媒師相当のなんかその霊を感じ取る能力があるって言ってくださったまあね、視力はよくある。逆に言えばそういう人でもぼやっと見える時もあるし、はっきり見える時もあるし、見えはしないけど絶対おるって時もあるのよ。そういうのとかもちょっと詳しく聞きながら、で多分本当に心霊スポット一緒に行ってるからこそ、この時こうだったって言えるだろう。それはあるなね。忘れてないと思うから、そこもねちょっと話せたらいいなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということで飯塚優先生でございます。いや、もう安心感があります。ありがとうございます。なんだろう、考えうる限りの YouTuber かける霊媒師さんの一番強い今霊力の状態な気がする。今もう研究会みたいな。研究会みたいな。そうね。いや、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。展望台の動画、マサイのね、マサイが見てしまったって言ったあれに関してはもう俺も行った瞬間にこれ絶対に敵意あるみたいな。そういうのを感じたのよ。そしたら俺言う前からそう言ってたから、そうこれはもう前に立ちはだかって何しに来たのみたいな、敵意でこっち向いてます。まだまだフィッシャーズ心霊の動画あるんで、あの時何だったんだろうみたいなのをちょっと聞こうという。なんかちょっと答え合わせみたいで。そうなのよ。あまりにも多すぎるから。そうだね。ちょっといや、今回どの動画なんだろうな、ありがとうございます。いやいや、こちらこそ本当にこの場で見ていただいてわかるんですね。はい、もうここでって言ってちょいちょい止めていただいて、気になったところを。あんまり他の番組のお名前出すの悪いんですけど、相席食堂みたいな状態で待てみたいな、ちょっと待てちょっと待ってみたいな。そうあれの霊版みたいな霊版みたいな感じですね。本日3本動画持ってまいりました。じゃあまず1本目からいきましょうか。この動画ちょっと元木はいなかったんですけど、全然いい、ほんと最近の動画ですね。古民家に泊まりに行ったんですよ。そこが心霊スポットというか、そういう番組でも取り上げられたことがあったりとか、その霊の現象が起きると噂の場所だったんですよ。に僕と、心霊苦手なんですけどんだほくんで泊まりに行ってみようという、そういう企画なんですけど、なんかもともとはほんとボロボロの古民家を買って、それをこうまた新しくちょっといろいろと DIY とかして綺麗にしてなんか住む予定だったみたいな。ただいろいろと起きすぎて住めなくなってしまったっていうのがこの古民家なんですけど、ちょっとその動画を見ていただこうかなという。これは暗いな。でも強く気を持つためには礼儀正しく失礼します。お願いします。ちょっと足場怖いね。ブレーカーがあるからブレーカーつけますか。心霊スポットに行くときに、心としては大事だとは思うんですけど、ふざけに来たわけじゃないよと言いながら声に出して、
失礼しますとか、その礼儀をアピールするのってこれ大丈夫なんですかね？これが大正解です。よかった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 。私も声に出してお辞儀までして入ります。ああよかった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 。それはよかった。どっちなんだろうなみたいな。そうね、まあ住んでないとお聞きしても、まあ霊がいるかもってことでお邪魔しますみたいな。そう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 。ことは言うよね。ちょっと入ります。逆に声に出すと反応しちゃったりで悪いのかなとかね、考えとしてはあるじゃん。そうでも言った方がいいんだね。そうですね。それはよかった。じゃあ俺ら以外いない？ちょっとさ、一応オーナーさんが書いてるらしいんで。あだよね。何かあればお話とか聞けると。すみません。いますねもう。おお早っ。もういます。早っ。こと階段の上がもう。俺たちナホとシルクでスタッフでジジマグがいたんですよ。明らかにねこの4人じゃない音がしたのね。ここにオーナーさんの待機の部屋があるって聞いてたから「あオーナーさんですか?」って聞いたの。オーナーさんはこの建物じゃなくて別の車にいると。でもしかしたらこれ一発目多分こいつが霊かっていうのは俺の中であった。あ、そうなんだ。でそれ俺だけじゃなくてジジもそれを聞いてる。そちらにオーナーさんが多分今いらっしゃると思うんでって言ってカーテンサッてやったら誰もいなかった。でそこにあったのはドレッサーだけだった。まあ後からこれ動画で出てくるんですけど、これタイトルにもある通り証拠ありって書いてあるんですよ。あ、本当そうですね。はい、これそのオーナーさんがはい昼にここを綺麗にするために DIY とかで本当にいろんなこう床をトンテンカンテンやったりとか、その辺の近くの伸びきった木をちょっと綺麗にしようとか、でいろいろと作業をしてる最中の映像が出てくるんですけど、ゆい先生が言ったこちらこの辺、はいそうですそうです。この辺に男性いるんですよ。1階なんだけど、まあ本当に言った通り階段があるんだけど、1階と屋根裏みたいな2階があるの。で2階はやばいなって雰囲気確かにあるの。ただ綺麗なんだけど1階の方がなんかいそうだなって俺思った。綺麗なんだけどこの1階がなんかなんか落ち着かないなじゃないけど、それが悪意を持ってるのかどうなのかは分からないですけど、なんか人がおるみたいな感覚、見られてるみたいな。そうですね。どちらかというと何かしてやろうっていうのは初っ端からはないんですけど、お前らどういうやつなんだっていうのを警戒しながら監視してるんですよ全員が。近くでね、だから入った瞬間の違和感と圧迫感があったんだと思うので、で入った瞬間にもう佇んでたのが見えたんで、待ってたんじゃんっていうのが大体後から出てくる例とか、まあ怖がってる霊もいるので人もこう後から覗くってこともあるんですけど、もうちゃんといるじゃん堂々とっていうところで、これは多分圧迫感3人もしょっぱな揃ってるから感じるよなとかで、みんな見えない方とかもいっぱいいるじゃないですか。圧迫感を感じた時に無意識に皆さん見渡すんで、周りどっからのプレッシャーなんだろうみたいな。そうですね。でも霊的にもあるんですね、人が怖いって向こうが。確かに何やっていくか分かんないこと向こうからしたら。まあだしやっぱ相手も人と思って考えると、やっぱ入り口でオープニングとか撮って、声は出してるわけじゃない。そうだね。あれ誰か来たのかなみたいなね。で入ってきた誰だろうみたいなのはあるのかもしれない。まあ不信感だろうな。2階があるんですけど、やばい場所があるっていうのは聞いてはいたんですけど、上がった時にやっぱその独特な今まで明るいところにいたんで、暗いところに入ったっていうこのグッっていうのはあったんですけど、それ以外に登った瞬間にこの後頭部らへんがなんかこうなんかを受けてるみたいな、なんかわかんないですけどなんか受けてる感じしたんですよ。どこがやばいのかちょっと今説明しますってうちのフィッシャーズスタッフが言う前に「ここだろ?」って言ったら「そうですそうです」で見たら奥まったところにちょっと隙間があって、そこ見たらなんか獣臭いというかなんつったんですかね、土とか草が混ざったような。そうですね、そんな感じですね。階段の上の方は泥みたいに茶色いんですよ顔が。自爆霊になってるんだと思うんですよね。土地で亡くなってる方だからだと思うんで、事故とかそういうので。山だしなこれ。他あまりそんな匂いしなかったんだけど、古民家だなっていう匂いだったんだけど、血生臭いとか獣臭いみたいなのがあって、なんだこれと。奥までは入らないようにしたの俺も。なんかあんまりするのも良くないなと。でそこの部屋すげえ不思議なのが内側からシート貼られてて、これなんで外に見えないようにしてんだろうっていうのが俺すげえ気になったの。だからこの古民家のオーナーさんがやったわけじゃないの多分。古いのどう考えてもそのテープがこれ昔からこうなってんだと思って、なんか本当に良くないことを俺は考えてしまった。なんかあったんじゃないかここで。
であまりにも小さいスペースにベッドだけある。おかしいなここみたいなのを感じたスペースが一応あって、そこが本当に変な匂いした。作りもちょっと謎ってことなんですよね。後から作っただろうって感じです。なんか多分その昔住んでた人が後からこの場所を作って、で何かいろいろしたからこの臭さなんだろうみたいな匂いがした。そうなんだ。321はブルーシーとか湯飲みとかだいぶ古い湯飲みだね。壁とか見ればわかるけど相当ね昔のですよ。そしたら何その箱、なんか入ってるな。なんかこう遺骨とかさ入ってるような箱にも見えるよね。ちょっと木箱、大きめの木箱。これか。社長は多分分かった。ああ今分かった。オーラで分かった。これやっぱちょっと同じ床に3人乗んないように。そうですそうですそうです。まずいらっしゃるはいらっしゃるんですよ。で呼んでるんですよ。そこは入らないようには俺もした。あ、入らなかった。足だけは入れないように。でちょっと気になったからライトとかで照らしはしたけど、もう足は絶対入んないようにはしたね。じゃあ本能的に気づいてたんですよね。やめましたね。ここです。この間ですね。ここで本当に途中から作ったみたいな、もう上空いてるんですよね。全員が一瞬で襲ってこようとしてる、取りつこうとしてる例ばっかりなんですよ。ここのオーナーさんの子供がいるみたいなんだけど、子供が「ああすごい」って「この古民家でみんなで住んだりとかみんなでこう遊んだら楽しそうだよね」って言って「ルームツアーだ!」みたいな感じでこの2階を駆け回ってたらしい。涙出るぐらいここだけはダメだって言って帰ってきたらしい。でも窓にさ、なんで黒い布みたいなんだろうね。他のところさ全部窓さ普通に開いてんのにさ、なんであそこだけ黒い封されてんだろう。明らかに外から見えないようにしてるよね。なんだここ。この植木になるしな。獣くせえな。もしかしたら P かもですけど、はい。っていう。はあ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 。人の気をちょっと強くも感じたんで。ああ、その亡くなられてる方とかじゃなく。だけじゃなく。人の悪意みたいな。そうです。変な間取りだったもんここだけ。奥まってるもんね。そう言ってたけど。奥まってるし、なんかね目隠しみたいなのあるし。喋り声が聞こえるね。俺らのね。違う。やめて喋んないでね、お願いよして。誰もいないんだからこの周りなんか山の中なの。下からも俺は聞こえた。下？そうだから1階じゃないの？そう、これ1階の下。あ、そう。からなんか聞こえてて、上からなんか喋ってんのよ。でそれなんかずっと聞こえててなんか言ってんなぐらいだった。まあ普通に日常会話みたいなが聞こえて、なんか喋ってんなぐらいだった。でなんかその下、1階の下にちょっと電波返してるみたいな、ちょっとこもってジーっていう音が聞こえながらラジオみたいな音が下から聞こえて、なんだこれ。あんまクリアに聞こえる感じじゃない。じゃないね。でもこれは多分霊感ある方じゃないと聞こえない音だと思うんで、普通の電波を介したものとか、機械音とか、何かに乗って聞こえた音じゃないです。シルクさんしか聞こえてないです。下の音は。上は皆さん聞こえてるんですけど、下は分かってないですね。井戸あったんでしょうね、土地に。でもなんか、下オーナーさんが言ってたのは、玄関入ってちょっとしたところに穴があったんだって。でそこをなんか覗こうとした時に変な声聞こえたんだって。でそれで嫌だって言って隠したらしい。で俺それ話聞く前だったんですよ。になんか下からなんか聞こえんなみたいな感じだったの。じゃあ古井戸があるかもしれない。もしかしたらあるかもね。だったのかもしれない。これがまだ庭だったらいいんですけど、多分家の敷地内にやっちゃってるんで、一番最悪なんですよ。多分これ丸1日ちゃんとやらないと防げませんね、この家の状況が。オーナーさんちょっともらってないか心配ですね。今さっきってどこにいました？車です。そこじゃないですか？じゃあそうかもね。そこにさっき誰かいるのかな、なんか喋り声でオーナーさんなのかなって思ってて結構スルーしちゃったんですけど、白いおじさんがガチで映っちゃって、動画を、普通に DIY してる時の動画見返してたらなんかおじさんみたいなの映ってんだと思って、もうこの辺にそこかよ、しかもそこなんですか？1階に？はい。で、そうです。
そうですよね。そうですそうです。完璧にいるわ。腕見える。頭がちょっとグワーって。そう、頭がねぼやけてんだけど、逆に霊に見えないぐらいの。顔そらしてそうなんですよ、そらしたんですよ。なんかこう見てて笑ってたらしいんだけど、ずっとこうやってなんか上体揺らして、ほんと白シャツ着た、そうおじさんなんか座ってるの。持ってますよ。箱に見えますね、骨壺みたいな。なんか伝えたくてしょうがないんでしょうね。建てる前に要は供養も終わってない。多分なんか問題ありましたよ、その親族関係の。綺麗にしてから使ってほしい、なんかアピールしてるように見えますね。こうやってあと頭消えてますよ、頭だけ。見える。あ、ほんとだ、薄くなってくる。はい、なんだ胴体だけですね。ほんとだ。だから映りたくないのかな。そうですね。やめてっていう感じなのかな。そうです。本木さんおっしゃった通りで、自分は嫌なんですよ。やっぱ映りたくない。けど自分が映って目に留まってもらわないと、自分が絶対にこれだけは何とかしてほしいっていうことが伝わらないんで。この時俺は怖いというか、ちょっとなんかこう汲み取ってあげたいまでいかないけど、何をしたいんだろう。まあなんかちょっと誰かに話しかけられてるみたいなね。そうっていう頭になってる今俺は。なんだろうなみたいなね。何伝えたいんだこいつらみたいな。でも正解です。汲み取ってがこれはもう案件の話ですね。向こうからしたら。向こうからしたら生前どんな状況だったかを汲み取って後悔がそこに残ってるんで、それに対して供養してほしいっていうのがメインだと思うんですよ。悔いしか残らず悔いのままのなくなってるんで、だから多分気持ちを伝えたいっていう方の思いがシルクさんは一番受け取って、あ、なんか言いたいんだ、じゃあ聞かないと汲み取んないとになったんだと思うんです。俺を食おうっていうやつの波長は薄かったんだと思う。あ、そうですね、薄かったですね。はい、だからそっちじゃなかったね、前回のような臨戦態勢にはならなかったんだと思うんですよ。はい。めっちゃ歩いてますね。そうなんですよ。上を歩いてる音が。なおに関してはこういうの結構鈍感な方なの。そうだよね。あんまりこういうのなんかこう分かんないタイプなんだけど、この時はもう誰よりも先にってなってたから、ここです。僕がなんか穴が、はい、これが気になった。そうで、そのオーナーさんもここ蓋閉めてるのはここから変な音だったからっていう、この下にまあもしかしたらそのさっき言ってた井戸がある可能性ありますね。そしたらやっぱこの家の中ですもんね。中です、中です。だからさ、2回取りつかれてましたと。はい、取りつかれちゃった。オーナーさんが来られて、お話しし始めた。言ってたさっき。あ、取りつかれとるって。あれンダホニですか。まあ確かに俺のことずっと見てる時ありましたね。僕そっちにトイレあるじゃないですか。ちょっと俺行ってくるわって言って覗いたら、一応部屋はあったのよ。けど入られやすい方っちゃ入られやすい方なんですよ。心霊スポット行った時に僕もこれまで彼の言動でおかしいなっていう点結構あって、一番怖かったのが心霊スポットで山のところ行ったんですけど、帰ろうってなった時にこっち行こうぜって言って雑木林であいつアクセル踏み出したことあったじゃん。怖い。だからダメ俺本気で怒ったじゃん。やめろ、いい、そういうのふざけてんだったらやめろで、もう戻れって言った時に、だってって言ったからそこも全部潰したじゃん俺が。いい、やめろ、戻れって言ったら、分かったーっつって、さすがにやめた方がいいかっつってやめたじゃん。あったよね、それね、車で。ちょっと変な時は強気に行こうとする時があるんですよ。ある。一度入られた経験があるからね、完全乗り移られたというか、お祓いに行ってるんですけど、そのお祓いに行く時にみんなでこうロケバスみたいなのに乗ってお祓いに行ったんですけど、彼一人だけ編集するっつってその車から降りなかったんですよ。ついてもですか？ついてもです。な方が疲れてんのかなって時僕分かるんですよ。ああ、ちょっと今疲れてんなとか分かるんですけど、見たことないぐらい釣り目になってたんですよ、こうやって。久々に珍しいタイプだなって見てて思いました。取りつかれるタイプでも大体の方って取りつかれたらそのまま継続するんですよ。ついたものが一瞬で入ってまた出てて、違うのまた入って出てってって瞬間的に取りつかれて出てってっていうサイクルの方はちょっとあんまりいないので。うちのメンバー特殊なやつ多すぎない？もう全員が特殊だから。これで言うとあんまないでしょ、心霊スポットとして特殊なやつら。霊媒師とかだったらわかるんですけど、ここ最近行った心霊スポットの中でも謎が多かった。
いやってイメージ、見えない方からしても分かりやすい映像だったから、ちょっとこれは解説していただこうという。もうおじさんいるもんだって。そうそうそう、いるんだもんおじさん。でしたね。ちゃんとさっきお伝えしたぐらいのお払いしないと絶対住まわせてはダメですね。ああ、この家は住んじゃダメ。今後、はい。でもオーナーさんもこう住む予定だったって言ってたけどやめてたから。やめてたね。まあ判断的に正しかったね。2階と1階と地下で別々のやばい点があるから。そうだね。もうなんかもう例の BLT サンド。そうだね。挟まれすぎちゃってるからね。しかも美味しくないっていうね。美味しくない。もうでバンズ部分が一番危ないしね。本当に。いや、朝ごはんごめんなさい、 BLT サンド怖い。本当にすいません。怖いって。怖い。次のやつなんですけど、これはそれこそお祓いをしてくれた方もいる。だから霊媒師さんもいます。いる状態で、そう安心の状態。さっきお話ししたナホが入られましたで、釣り目の人がなんかついてる気がする、払った後の話なんですよ。後の話で、私たちのような霊媒師が一緒に行かないと絶対ダメな場所があると。私たちと一緒なら大丈夫ですって言われて、じゃあいいですかって言って行った場所なんですよ。じゃあ一緒に同行してくれて一緒に同行してくれてます。鳥居に入ったり出たりすると境界線だから何か起きるよって言われて、懐中電灯が消えたりするんですよっていう場所です。6年前。これはでも見ていただきたかった。ちょっと見てあれ木戸がその撤去してるうちにそういうなんですかね、どうしてもそういうのが福の神なんだけど、それにもう人の魂が入り込んでて、真っ白かった七福神様が青くなったんですよ。その白いものが青くなる。で今霊体います。こちらをじっとその手前の、もうすぐそこにってことですか。3人くらいですね。先生来たから見てるんでしょうね。山は全体的にそっち側が来てるんですけど、霊山です。霊山なんですね。本当にでも人が入ってないんだね。足跡がねえわ。そう。本当だね。初めて進まんです。これ以上いけない。なんかこっから違う感じがする。すっごい出たよ。このピントが合わない現象ね。さっきね。なんかね。すっごい出たよ。作業服着たおじさんみたいなのがこっちにこうやって降りてきた感じがしたんですよ僕。それ今でも覚えてるんですけど、なんか異変があった時「ん?」って顔するんですけど、基本こう伺ってるんですけど、この時はもう敵に来たんでで結構びっくりした顔で見てるんですよ。そうですね、一瞬で。展望台で近づいてきた女いたじゃないですか。あれの時と同じ顔してるんですよね。これ以上は近づいたらまずいんですか。やっぱりそんな気がする。そうですよね。なんかそんな気はする。こっから進めんのよ。何かがある。明かりが消えて。本当だ。本当だ。ライトマークがついてんのにね、ライトつかないっていう。あなた取りつかれやすいから、あのライト切れることあんだね。山の方を照らしてほしくないんですよ。はあ。やば、びっくりした。確かに。そうですよね。もっと後ろにめちゃくちゃいます。すごい、なんか後ろからこう、なんていうのね、山の裏からこうブワーっていう、なんて言ったらわかんないけど、なんかが襲いかかってくる感じは初めてだった。砂ぼこりか、なんかそのなだれじゃない。黒煙みたいな。そうです。ブワーってくる感じです。この時に一応 MC っていうのもあったんで、カメラに喋りながら行こうと思ってギリギリまで行こうと思って歩いてたんですけど、ここから近寄れないってところだけ僕横に歩いてるんですよね。足をすり足で歩いてるんですよ。こんな経験したことなかったんで、ちゃんとそのライトがつかなくなるとか、結界から出た瞬間にライトがつくようになるとか、音とか雰囲気とかもう全てが相まって今まで行ったところの中のやっぱトップレベルに、ここだけはちょっと違うなと思ったところではありましたね。マジで異質というか、なんかここに近い
感想を覚えた心霊スポットはない。ないね。そうですよね。本当まさに似たようなとこないと思うんですよ。今おっしゃった通り、心霊スポット以上、もう霊媒師案件です。これは霊媒師でも間違った作法は絶対に行えない場所なんで、一般の方はもう絶対何があったって言っちゃダメです。しに行くようなもんなので、動画上ではポツンとあって、あ、怖くないじゃん、古民家よりと思うと思うんですけど、プロが見たらこっち、多分ほとんどの霊媒師さんとか霊能者さんは絶対こっちって言いますね。だから異様な空気に包まれて、あの世にちょっとも入った変な感覚っていうんですか、ね、ああ、でもそんな感じありましたね、その恐怖感だと思いますですね。霊に何かされるよりは、あ、そうですね、感じたことのない何かが襲ってくるっていうのはありましたね。今まで心霊スポット行くと、対1でこういう感情の戦いというか、なんかあるじゃん。なんかこっち気にしてる、こっち気にしてる、こういう意識なんですよね。初めて前行った時に前からこうやって襲ってくるみたいな感覚がここだけしかなかった、今まで。あ、もう絶対に余計のない本当に大きな波が来る感じ、あ、これ飲み込まれるわみたいな、だから近寄らなければいいなっていうのはここしかなかった。緊張感がもう別次元だったね、ここは。違うよ、ここは。初めて生きてるのにあの世見えた場所ですね。あ、そうですね、雰囲気怖いのと本当の意味で怖いのと、やっぱり霊媒師から見ては違うんで、ちょっとよりリアルで。そうですよ、だから多分何もわからない人から見たら、さっきの古民家の方が怖いやんってなると思うんですけど、まあ間違いなく僕ら行った目線からすると、あそこは絶対近っちゃダメって言いましょう。もう俺の中でもなんかその心霊スポットっていう枠組みじゃない、枠組みじゃないところに、俺もそうだね。そうですね、禁足地。禁足地。禁足地。禁止の禁に足って書いて地。調べたりとかして出てこない場所ですよね。出てこないですね。これ場所も言ってないしね。そうですね。先生と一緒に撮ったこの解説動画、1回目の時にこれわざと出さなかったんですよ。あ、そうなんですね。これ一般的に多分一発目にぶつけられたらちょっとなんかわからないレベルだと思う。そう。だからこれは2本目撮った時にもしね撮れたらいいなと思って、これはもうずっと温存しといたやつだったんですよね。ありがとうございます。多分前回のレベルを今多分この1本だけで超えてきたみたいなレベルですもん、多分。そうです。ですよね。前回の半分以下ですもん、時間。そうですね。それなのに濃いですね。そう、もういられないと思って撮影時間超早かったんですよ、これ。そうですよね。そうなんですよ。もうこれ以上ダメだと思って。そうなんですよ。結構僕ら長回しする方なんですけど、ここだけはもうダメだと思って。すぐ引き返したんで、しかも過去の動画を引っ張ってきてようやく10分になってるんで、多分いた時間で言ったら本当に多分15分ぐらいしかいなかったんじゃないかなみたいなレベルです。全部当たってます。全部ファインプレーです。いやーよかった、間違ってなかったですね。だから長居しなくてよかった。間違ってないです。シルクさんが助けてるようなものなんで、ここはダメゾーン、ここは大丈夫ゾーンっていう、なんで今後もやっぱシルクさんを頼りにっていう方が皆さんが無事に帰れますよ、そういう意味では。僕も逆に言えばそこで律してますもんね、自分も。俺が支柱だから俺が崩れたらやばいっていうので、そうですね、だから調子乗っちゃダメだなとかってなりますもんね。これを2本目にちょっと上げさせていただいて、次最後になります。なんでこれを最後に持ってきたかっていうと、うちのメンバーで唯一、僕が言ってるから霊っていうのはいるって信じてるよ、ただ俺は見たことのないからガンガンどこにでも行くぞってやつが唯一うちのメンバーで1人いるんですよ。ダーマってやつなんですけど、霊が住んでると言われてる家にたった1人で、そのよく現象が起こるって場所の部屋にずっといるっていう動画なんですけど、夜中の2時ぐらいかなにまあ寝ててパッと起きて、なんかその時夏だったんだけど、めっちゃ寒気がしたの。めちゃくちゃ嫌な感じがして、人の気配がめちゃくちゃしたの、顔をまあ見てもらえば分かんない、ここなんだけど、ここに顔をうずめてたの、怖くて、でこうやってうずめて嫌だな嫌だな嫌だなと思ったら、耳元で女の人に「ねえ」あれはもうはっきりと聞こえた。あ、物音がそう聞こえたとかじゃなくて、もうちゃんと声だ。ちゃんと耳元で「ねえ」みたいな。こういう隙間あるやん、この辺からとかね。そうそう、こういうとこに頭置いてて、この辺からなんか言われてる。うわー、なんでそれここ住んでんの。確かにね。これが例の経験がない人の意見なんです。貴重な意見ですね。正義がじゃあ結構ある。全体的に動画の時が多くて、そうだね。だから特定の俺だけとかじゃなくて、大体何人かで経験してるのがやばいのが多くて、
手紙がなんかその辺にくしゃくしゃに置いてあったみたいで、3、4年前に、それをメンバーが誰かが見つけてきて、俺を起こして「私はここにいます」「私はここにいます」ってなんかわけわかんない汚い字で書いてあって、全員集めて話しても誰でもなかったの。だからいよいよ本当人なんじゃねえかなと思って、誰か侵入してんじゃねえかなと思って全部見つけて全部探したの。僕も気づいてるんですけど、もう一応俺らの処理としては一応話だけ聞こう。手紙が来たっていう処理。あとは現象で言うと声が多くて、女の人の声と子供の声が。子供？あ、一人じゃないんだ。家族なんだよね。あのキーンって音なんだろう。ちなみにキーンじゃないです。キーンじゃなくてヒーって言ってました。なんか高笑いっていうんですか。ああ、そっちかっていう、ちょっと面白がってんだなって。ちょっとおかしな。そうですね。笑ってんだ。で皆さんがまた反応してちゃんと動画で自分の話をしてくれるんで、嬉しくて面白くて、ちょっとこういたずらっていう気持ちの方がやっぱ強いですね。じゃあ今までとこれもまたちょっと違うタイプの例かもしれないですね。タイプですね。で女性がやっぱ強いですよね、この家は。女性が主体です。ハクがハクっていう僕のフィッシャーズスタッフがいて、動画に映るのに端に避けてたんですよ。したらキッチンからなんか聞こえるって人がいる感じがしたらしいんですよ。でもう僕嫌ですって一回言ってて、ああじゃあちょっと一旦外出ようか、外出たりしたんですけど、ちょっとだからキッチンっていうのもなんかちょっとやっぱイメージ的に女性がそこに立ってることが多いのかもしれないから。めちゃめちゃでっかく閉じられてる。なんだこれ。なんだろうこれ。感じでなんかここら辺で顔が一回。もうでも分かりました。原因は何があったかは。あ、ここで何があったか。男の子なんですけど、いるのが男の子だけ真っ黒なんですよ。女の人はちゃんと人のように顔もありますし、でなんですかね、なんかちょっと老け顔で、ちょっと面長で、年配の見える感じの方なんですけど、年齢よりちょっと老け顔です。それは分かるんですよ。男の子は真っ黒なんですよ、影みたいに。閉じ込められてた時に自分が何か書き殴ったり、例えば引っ張かれて血を出したり、子供なので多分体調不良で吐いちゃったりとか、なんかちょっとその匂いも取れないし、木造なんで染みてると思うんですよ。確かにそれ抜けないですもんね。そうですね。分解してまで工事するってなると結構デカデカ押し入れ自体やんないといけなくなっちゃうんで、じゃあもう使わないようにさせちゃえばいいやと。で絶対見られたくない何かが残ってるからそこまで閉じたんで、それは物ではなくて染みたもの、記録されたものが木造だって。消えないもの。そうです。それを見てしまうと、あ、ここでだったじゃん、じゃあこれって警察に言わなきゃいけない事件じゃん、確かにね、になってしまうと。察しがついちゃいますからね。そうです。捕まってるだけならいいんですけど、男の子もいるわけですよ、ここにね。はい、亡くなってます、2人とも。家族でです。でそれがなんで大々的にはニュースにも取り上げられてないですし、検証して結果本当にっていうことだったんで、やっぱりシルクさんもご存知だと思うんですけど、めちゃくちゃ数ある事件の件数の中で一部ですよ、やっぱニュースに出るの。そうですね。はい、取り上げられてない中にある問題だったんだと思いますね。いや本当最近物騒な事件多いよねって言うけど、それより多いから現実は。そうなんですよ。その中の一件だった可能性があるってことです。そうです。で ST スタジオさんを呼んだのは、唯一その女性を止められるって。そういうか、男性のグループとかってことだ。男性のグループが一人じゃなく人数もいらっしゃって、なんか本能的に子供でも分かるじゃないですか。分かりますね。男の人の力には女性は勝てないというか、男の子が呼んで、お母さんはそれで面白くないんでいたずらしてるんですよ。出てってっていう意味も込めてね。あんたたちずっといるのね、怖いんだったら早く出てきなさいよ、自由が利かないんで。これすごいのが、それこそさっきの押し入れが封されてたとこあったじゃん。あの部屋にダーマ一人でいるシーンがあるのね。音半端じゃなく入ってるんですよ。でめちゃくちゃ喋りかけられてるんですよ。ここからもうメンバーもスタッフも全員家から出ました。家にもいない。家にもいないです。声
声とかだとこれ喋ってるとなんか聞き逃しちゃったりするかもしれないし、レイさんいますか？耳元とかでファンってなったら分かりやすいけど、それはそれでなんか気持ち悪い。耳元でなんか人の声するって嫌じゃん。いやまあレイはそれしてくんだけど、本人も分かってるんですよ。そうですよね。な気はするけど、なんか押し入れの方なんですよね。そうですね。ラップ音的なものはね、さっきから聞こえんだよね。中ですよね。中です、中です。いますか？ちゃんとこれ声で、ボソーっとした声で「いるよ」って言ってるんですよ。そうですよね。なんか反応してって言っていらっしゃった直後から私は画面上がこの周りがふわって黒い空気に包まれたのが見えて、で今あってそうですね、音鳴る前から言ってましたね。その出た瞬間からやっぱ音を鳴らそうとするタイミングだったり、そういうのにやっぱこう私も暗くなったって時に何かがあるんで、言おうとしたらパンって出たんで。俺例とかはあれだけどあんまり信じてないんだけど、やっぱシルクいろんな話もするし、そういうのも動画残ってるから、やっぱまあいるのかなぐらいだよね。本人が経験してるの分かんないけどね。ただあれはマジだったわ。これだけは彼の中で一個の経験として霊現象であるみたいで、あれは本当にずっとなんか声鳴ってたな、音してたなって彼も認めるぐらいのことだったんですよ、これ。そうですよね。ちょっと顔つきがなんかそうですよ、頑張ってますもんね。あれってなったんですよね、多分途中から。あ、そうですよね。あ、本当かもって多分なったと思うんですよ。確かにそれが苦しんでるのか何かの警告なのか全くそこは分からないけど一応聞こえたみたいな。めっちゃでかいんですよ。でかいですね。あそこだけじゃなくてっていうのがあって、もう音とかもなんかそのこんぐらいでかいですよね。最後のドンは嫌がってましたもん。いるよは女性なんですけど、その女性がシルクさん来られて、あ、俺が嫌だったんだ。分かる人なんで、力がある人やっぱ霊は悪い霊って嫌がるんですよ。でも困ってて助けてほしい霊は喜んでくれるんですよ。本当になんかラップ音って言えないやつ、いやもう誰か出してんだろうみたいな。閉じられてる空間の中に ST のメンバー一人いいんじゃねえのって思うぐらい、そのぐらいでっかかった音が。しかもシルクさん同じ顔してましたよ。警戒の時の。ああ、そうですね、敵意の時の表情でしたね。これを経験してなおあいつはあの感じなの？あの感じなの。おかしいだろ。おかしいんだよこいつ。そうで、俺はまだ見てないから。だからあいつ見たら信じんだ。ああ、もう目なのね。喋りかけられるは多分あんまり信用してないんだろうね。でも旦那さん見てて、何かあったとしてもまず俺にちゃんとした害はないだろう。俺波長絶対合わないし見えないから、だからサインくれただけだから俺全然怖くないよっていう感じです。あ、でも本当にそうだな、あいつな。だって実害ないじゃんって言うもんね、こいつ。こいつ絶対言う。確かにそういうとこドライな感じ。ドライだよね。なんか向けられて「ん?」って聞き耳ちゃんとさせてたじゃん。その時に害がもしあるものだって判断したら、ちょっと視力呼ぶかとかになってる可能性あるね。なってるんじゃない？あの音の中で「あ」だけはビビってましたよ。そうですね。面白いのが「いるよ」はこいつ聞こえてないの。いますかって言った後の「いるよ」って結構俺編集の中でも結構でかい音だった。本人聞こえてない。あれ聞こえてない。聞こえてない。本人聞こえてない。あれだまやっぱ信じてない派だからさ、まあ変な話、ちょっとあんま耳を傾ける気がないというか。ああ、それはそうかも。まあ逆にそのおかげであんまり干渉されないで済んでるかもしれないけど。確かにそれはそうだわ。あのまんまでいいのかもわからんね。わかんないけどね。ダーマが「唯一あの家はちょっとやばかったな」って言ったところが、いやめっちゃ鳴ってるじゃん。めっちゃ鳴ってる。結構ラップ音の回数で言ったら過去一鳴ってる場所だったかな。今回2回目ですけど、1軒ごとにほんと全然違うっすよね、心霊スポットって。そうなんですよ。いやなんか俺もいっぱい撮ってきたのにそこに気づけてなかったの今まで。再度見ることによって、いろんな霊いんなみたいな。見直してみてね。そうなんですよ。どこから攻めていくか。
土地からなのか、それとも霊と対話してからなのか、もしくはもう家の中からなのか、全部が順番違うので、今本当今日見た3つは全部違います。やり方全部違います。もう古民家はもう多分予想だと下から、そうですね、家の下からやったりして、家全体をやってから供養して、で2軒目はもうちょっと間違ったことができない場所。1個でも間違えたら本当にその首を取られるぐらいの感覚なんで、挨拶をして帰るっていう場所ですね。もう何もしない。3軒目の場合はこれはどうしたらいいですか？証拠から探してどこで元凶が起きてるか。さっきは絶対下なんですよ。下ですよね。でワンチャン取れるなら私たち取るんですよ。そこから外して全部分解したりするんで、まあ開けられるぞと思ったら開けますし、開けない方がいいな、これは逆に逆効果がもっていう時もあるんで、開けないでそこに1時間ずっと対面で向き合って対話して供養して、で家もこれダメだ、霊道開いてるわって、霊道開いてるんで今度は霊道閉じるっていう作業になるんで、本当全部違います。マジで全部違うな。見えるだけ聞こえるだけなんとなくこんな感じがするっていう察するだけじゃそれはできないからね。例えばそういう人がなんか調子乗ってなんかお祓いできるかどうかわかんないけど、とりあえずなんか話してみようかみたいな調子こいてそういうことやると一気にいかれるしね。危ないよね。そうなんですよ。本当おっしゃる通りで、一番我々が絶対やめてください、気をつけてくださいって言ってるのがそれなんですよ。ちょっと霊感あるから、見てみるよ、聞いてみるよっていうのがもう取り返しつかなくなるんで、今回の3件の中だったら確実に2番目が一番。一番です。ですよね。これ程度的にはどうですか？この1軒目の古民家と、まあ2軒目はもうちょっとランク外のすごいところにあると思うんですけど、ST スタジオの家とか、これはもう心霊スポットで見たらどういうレベルになります？1軒目はですね、スポットで言ったら、まあ10段階、10がマックスだとしたら意外と7相当かなと。ああでも結構高い。だいぶやばい。結構高い。まあしかも見えちゃってるしね。まあまあそう。白おじさん見えちゃってるしね。そうなんですよ。その場では現象何か聞こえたなとかで済むんですけど、帰ってからあるパターンのタイプですね。1軒目のところは。前回もなんかおっしゃられてましたね。2、3日は安心するなみたいな。まず帰ってから2、3日はいろいろ気をつけろっていう、メンタルとかも含めて。7かでも高いですね。かなり。高い方ですね。ここはですね、 ST スタジオの方5ですね。5か。2番目がランキング外っていうところはもう何をやるもどこ攻めるもクソもないわけだ場所だったんで、もうお帰りくださいが、何もしないっていうのが一番合ってる。そうです。それ以外正解がないです。とんでもねえな。まあそんな感じしたわ。まあ俺らも動画撮ってたのにあそこで何もしてないからね。あれだけは無理だってだからね。本当カメラのズーム機能ですらちょっと怖かったもんね。シルクさんさっき作業着の男性の話されたじゃないですか。私薄緑の作業着をのがバッて出てきて、そうですよね。めっちゃ年配の男性ですよね。上下がもうその薄緑ですね。分かってんだろみたいな感じですね。ちょっと武将髭みたいな感じですね。タイプはそういう悪さする感じじゃないですけど、強さは一緒かもですね。一瞬で私にその作業着の映像を送ってくるんですよ。薄い緑。そう薄い緑ですね。本当に山の斜面だよね。斜面を本当に人間と同じようにこうやってちょっと足元も気配りながらこっち来るみたいな。怖いモノマネしていいですか？はい。足に力入れて。そううわすごいすごい感動したそうマジでそんな感じです。なんか木にこうやって手ついてるとかじゃなくて、降りてきて足元確認するわけでもないんですよそいつ。そうなんですよね。俺の目だけをずっと見てるんですけど、足元気配ってこうやって力入れてこうやって前見てるみたいなのがあったんで、これ以上は近寄らない方がいいやつって買いました。で俺は止まってここやばいと思って、そっからって前見たら降りてきたの。絵描いてって言われたらすぐ描けるぐらい未だに覚えてる。現場監督みたいな格好ですね。ちょっと離れ目の方なんだけど、物音でガサガサってのがあるから、まあ後ろに何人かいるなーみたいな感じはあったけど、今回ね3本見ていただいたんですけど、やっぱ2本目がちょっとやっぱこれを絶対見せたかったのよ。やっぱ見てもらった結果ちょっとやばかったね。ちょっと禁足地認定心霊スポットではなく禁足地。だって事細かく今2番目のだけ私モノマネしてますから。いやそのぐらい覚えてますから僕も。まあ心霊スポット禁足地に認定された場所もありましたけど、いろいろと心霊スポット動画を3本ね
レイバイスさんに見てもらった結果、いろいろと分かりましたね。解説も入ったので。そうだね。あともうやばいなと思ったらそこには入らないようにしようっていう、もうシンプルなんだけどマジで大事な知見を得ました。俺ら分かってるのに入られる人って本当に入ろうとするからね。だからそのさっきのアホの話じゃないけどね。だって誓うんだ方がいいんだもんって冷静に考えたら分かんのに、なんか気狂って言っちゃうやつがいるんだよ。ダメよね。絶対止めないとね。もときそんなにガツって入られることは正直ないじゃん。まあそうだね。なんか性格が変わるみたいなことまではあんまない。皆様はむやみやたらに近寄らないでくださいね、心霊スポットには。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ゆい先生の方でも動画を撮られるので、そちらの方でもね僕ら出てるのでぜひともよろしくお願いします。はい、ということでチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。今回はこれにて終了でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。セカンダリーゲームチャンネル X インスタグラム他にもまだまだいろいろあります。チャンネル登録グッドボタンよろしくね。せーの、アディオス。